今回のテーマはキーシグネイチャーです。譜面の左端につくシャープやフラットのまとまりのことをキーシグネイチャーと言います。まずはおさらいですが、メジャースケールはトニックからオクターブ上のトニックまでの間、必ず全音全音半音全音全音全音半音といった全音半音の組み合わせで構成されていましたね。ナチュラルマイナースケールの場合は、トニックからオクターブ上のトニックまでの間が全音半音全音全音半音全音全音となっていましたね。メジャーキーもマイナーキーもそれぞれ12キー分ありました。さて、メジャーキーがメジャーキーであるために、マイナーキーがマイナーキーであるためには、スケール特有の全音半音の組み合わせを保たなくてはなりません。そこで、キーごとにシャープやフラットなどの変化記号が必要となってきます。ちょっとこちらの楽譜をご覧ください。シャープがたくさん書かれていますが、実はこちら、キーがもともと持っている変化記号をすべて書き表してあります。なんだかごっちゃりして見づらさがありますね。それでは変化記号を左端にまとめてしまいましょう。じゃん。赤丸の部分をキーシグネイチャーと言います。キーシグネイチャーはキーがもともと持っている変化記号をまとめたものです。どうせ同じ変化記号が毎回つくことが分かっているなら、あらかじめ端っこにまとめて表記しておきましょうという便利な考え方ですね。譜面も前よりシンプルで見やすくなっています。ただ、キーというのは起点の音によってそれぞれ違うキーシグネチャーを持っています。そのため、譜面上の見た目や鍵盤上でのフォームもそれぞれ違ってきますので、一見ややこしく感じてしまいがちです。ただ、普遍的なルールというものがありますので、今回はその点について押さえていきましょう。キーシグネチャーは演奏においてはもちろん、将来転調や胃腸を楽にするための必須項目となりますので、じっくりと着実に身につけていきましょうね。1、メジャーキー。キーシグネチャーには C メジャーキーを軸としてフラット系のキーとシャープ系のキーの2種類があります。フラット系は左隣へ進むにつれてフラットが1個ずつ増えていき、シャープ系は右隣へ進むにつれて1個ずつシャープが増えていく仕組みとなっていますよ。では、フラットやシャープはどのようなルールにのっとって、どのような順番で増えていくのでしょうか。詳しく見ていきましょう。C メジャーキーを出発点としてフラット系から見ていきますね。まずはじめに C をトニックとしてキーシグネチャーがついていない状態の時、このキーのことを C メジャーキーと言います。シャープもフラットもつきませんので、構成音は単音のみとなっています。C メジャーキーのトニックから見て、5音下の音、サブドミナントですね。5音下のサブドミナントから始まるキーを F メジャーキーと言います。F メジャーキーは F をトニックとしたとき、B にフラットがつきます。B フラット以外はすべて単音となっていますよ。お手元に鍵盤があれば、ぜひ一緒に弾いて音を確認してみてくださいね。さらに F メジャーキーのトニックから見て、5音下のサブドミナントから始まるキーを B フラットメジャーキーと言います。こちらは B フラットをトニックとしたとき、B と E にフラットがつきます。それ以外はすべて単音で構成されていますよ。B フラットメジャーキーのトニックから見て、5音下のサブドミナントから始まるキーを E フラットメジャーキーと言います。こちらは E フラットをトニックとしたとき、フラットがつくのは B、E、A。E フラットメジャーキーのトニックから見て、5音下のサブドミナントから始まるキーを A フラットメジャーキーと言います。こちらは A フラットをトニックとしたとき、フラットがつくのは B、E、A、D。
鍵の割合が増えてきましたね。A フラットメジャーキーのトニックから見て、5音下のサブドミナントから始まるキーを D フラットメジャーキーと言います。こちらは D フラットをトニックとしたとき、フラットがつくのは B, E, A, D, G。D フラットメジャーキーのトニックから見て、5音下のサブドミナントから始まるキーを G フラットメジャーキーと言います。こちらは G フラットをトニックとしたとき、フラットがつくのは B, E, A, D, G, C。G フラットメジャーキーのトニックから見て、5音下のサブドミナントから始まるキーを C フラットメジャーキーと言います。こちらは B メジャーキーのエンハーモニックキーなので、5度鍵表上では省いているキーシグネーチャーです。こちらでフラット系7個すべてのキーシグネーチャーが出揃いました。次に、フラットが増えていく順番について確認していきましょう。まず、何もつかない状態の C メジャーキーから。と、このような順番でフラットが増えていきますよ。ここは暗記項目となりますが、私個人的な覚え方のコツをお伝えしますね。まずは B, E, A, D, G, C, F、シミラレソドファ、どちらでもいいのですが、呪文のように繰り返し唱えて丸暗記してしまいます。そして最後についたフラットを起点としたメジャースケールの第5音目、ドミナントが該当のキーとなります。つまり、フラット7個のキーシグネーチャーは C フラットメジャーキーのキーシグネーチャーであるということですね。理屈はこうなんですが、もっと簡単に言うと、最後についたキーシグネーチャーの一つ手前が該当のキーのトニックとなっています。では、一つ例題を解いてみましょう。例えば、こちらのキーシグネーチャーは何キーのものでしょうか？まずはじめにキーシグネーチャーがつく順番を確認します。この場合の順番ですね。最後にフラットがついたのは A。なので A フラットメジャースケールの第5音目から始まるメジャーキーを見つけていきます。この場合、第5音目は E フラットなのでE フラットメジャーキーというのが答えになります。ですが、フラット系は最後についたキーシグネーチャーの一つ手前が該当のキーと覚えると簡単ですので、まずはフラットのつく順番をとにかく丸暗記してしまうことをお勧めします。他のキーも同じ要領で考えることができますよ。では次にシャープ系へ行ってみましょう。C メジャーキートニックから見て5音上の音、つまりドミナントですね。5音上のドミナントから始まるキーを G メジャーキーと言います。F にシャープがつきますよ。G メジャーキートニックの5音上のドミナントから始まるキーは D メジャーキーです。シャープがつくのは F と C。D メジャーキートニックの5音上のドミナントから始まるキーは A メジャーキーです。シャープがつくのは FCG。A メジャーキートニックの5音上のドミナントから始まるキーは E メジャーキーです。シャープがつくのは FCGD。E メジャーキートニックの5音上のドミナントから始まるキーは B メジャーキーです。シャープがつくのは FCGDA。また、5度鍵表上では省略していますが、シャープ系にはあと2つ、F シャープメジャーキーと
C シャープメジャーキー。この2つがエンハーモニックキーとして存在していますよ。こちらで7個すべてのシャープ系キーシグネチャーが出揃いました。改めてシャープのつく順番をまとめると、となります。こちらも暗記項目なので、覚え方のコツをお伝えしますね。まずは、フラット系の時と同様に順番を覚えてしまいましょう。F, C, G, D, A, E, B、ファド、ソレ、ラ、ミ、シ。どちらでもいいです。シャープ系では、最後についたシャープの半音上の音から始まるキーが該当のキーとなっています。つまり、最後についたシャープがリーディングトーンとなるキーということですね。例えばこの場合、最後についたシャープは B シャープということで、半音上の音は C シャープ。つまり B シャープをリーディングトーンに持つキーは C シャープメジャーキーということになります。なので、シャープ7個のキーシグネーチャーは C シャープメジャーキーのものというわけです。一つ例を挙げてみましょう。シャープ4つのこちらは何キーでしょうか？まずはじめにキーシグネーチャーがつく順番を確認します。F, C, G, D の順番ですね。最後についたシャープの半音上の音がトニックとなりますから、この場合 D シャープの半音上は E なので E メジャーキーとなります。言い換えるとリーディングトーンに D シャープを持つメジャーキーといえば E メジャーキーということです。その他のキーも同じ要領で考えることができますよ。ではまとめです。キーシグネーチャーのついていない C メジャーキーを中心に置いたとき、フラット系のキーとシャープ系のキーとの2系統があります。トニックから見て5音下のサブドミナントから始まるキーは5度鍵表左隣の関係となっており、トニックから見て5音上のドミナントから始まるキーは5度鍵表右隣の関係となっています。また、キーシグネーチャーは間音の数だけ、シャープ、フラットそれぞれ7個ずつ存在します。エンハーモニックキーの表記は省略してありますが、キーシグネーチャーのつく順番は、フラット系であれば B, E, A, D, G, C, F となり、シャープ系であれば F, C, G, D, A, E, B と、このように一つずつ増えていきます。それでは、キーシグネーチャーメジャーキー編は以上となります。2、マイナーキー。マイナーキーはメジャーキーを軸として考えていきます。例えば、キーシグネーチャーがつかないメジャーキーは C メジャーキーでしたね。一方、キーシグネーチャーのつかないマイナーキーはというと、A マイナーキーとなります。5度鍵表で見ると C メジャーキーの真下にありますね。A マイナーキーは C メジャーキーの第6音目から始まるスケールなので、単純に基準のメジャースケールの第6音目から始まっていると考えることができます。ですが、6音目を数えるのはちょっと大変なので、基準のメジャーキートニックから見て3音下から始まると覚えてしまいましょう。基準のメジャーキーとそのメジャーキーのトニックから見て3音下の音から始まるマイナーキーがキーシグネーチャーを共有する関係となっています。マイナーキーはこのようにメジャーキーを基準に考えるととても楽なんですよ。では A マイナーキーから続けてフラット系に入っていきましょう。キーシグネーチャーが B フラット、そして F メジャーキーとキーシグネーチャーを共有しているのが D マイナーキーです。F メジャーキーのトニックから見て3音下の音がトニックとなっています。フラットがつくのは B の音。この要領でどんどん次へ行きましょう。B フラットメジャーキーとキーシグネーチャーを共有しているのは3音下の G から始まる G マイナーキーですね。フラットがつくのは B と E。
E フラットメジャーキーとキーシグネチャーを共有するのは C マイナーキー。フラットがつくのは B、E、A。A フラットメジャーキーとキーシグネチャーを共有するのは F マイナーキー。フラットがつくのは B、E、A、D。D フラットメジャーキーとキーシグネチャーを共有するのは B フラットマイナーキー。フラットがつくのは B、E、A、D、G。G フラットメジャーキーとキーシグネチャーを共有するのは E フラットマイナーキー。フラットがつくのは B、E、A、D、G、C。最後に C フラットメジャーキーとキーシグネチャーを共有する A フラットマイナーキーというのがあります。これは G シャープマイナーキーのエンハーモニックキーとなっています。これで7個全部のフラット系キーシグネチャーが出揃いました。続いてシャープ系を見ていきましょう。フラット系と容量は同じです。G メジャーキーとキーシグネチャーを共有するのは E マイナーキー。シャープがつく位置は G メジャーキーと同じ F です。D メジャーキーとキーシグネチャーを共有するのは B マイナーキー。シャープがつくのは F と C。A メジャーキーとキーシグネチャーを共有するのは F シャープマイナーキー。シャープがつくのは F、C、G。E メジャーキーとキーシグネチャーを共有するのは C シャープマイナーキー。シャープがつくのは F、C、G、D。B メジャーキーとキーシグネチャーを共有するのは G シャープマイナーキー。シャープがつくのは F、C、G、D、A。また E フラットマイナーキーのエンハーモニックキーとして D シャープマイナーキーというのがあります。もう一つ B フラットマイナーキーのエンハーモニックキーとして A シャープマイナーキーがありますよ。これで7個全部のシャープ系キーシグネチャーが出揃いました。それではまとめです。マイナーキーはメジャーキーを基準に見つけることができます。ポイントは2つあって、1つは基準のメジャーキーとキーシグネチャーを共有しているということ。2つ目は基準のメジャースケールのトニックから3音下の音が起点となるということです。この考え方はマイナースケールがダイアトニックスケール第6番目のスケールであるということから来ています。メジャースケールのトニックから6つ上の音とトニックから3つ下の音は同じですから、数えやすい方で覚えてしまいましょうということですね。このようにメジャーキーとの関係を押さえておけば、簡単にマイナーキーを見つけることができますよ。キーシグネチャーについては、演奏はもちろん、転調や異調など、キーを使いこなしていくためには必須の内容となります。何度も動画を見返したり、実際に楽器を弾いたりしながら、徐々に身につけていきましょうね。では、キーシグネチャーについては以上となります。